はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのボロス人間を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、土曜日に行われた MO チャレンジで、7勝1敗で3位になっていたリストですね。新カードが多く使われているデッキということで、今回はこちらをピックアップしてみました。新カードとしてはインティがかなり強力で、他のクリーチャーをでかくしながら実質ルーティングをすることができるので、マナフラが致命傷になりやすいアグロにとってかなり使い勝手がいいカードになっています。能力的には呪文勝利と似たような感じなので、今後どちらが優先されていくか、注目のカードですね。さらにサマナイキにはアニメパカルががっつり4枚採用されていて、殴るたびにサイズアップと攻撃クリーチャーを生成ということで、第2のエーデリンのような生物になっています。ただし、エーデリンと違って出た時のサイズは1、2固定なので、切り崩しを使ってくる相手には注意が必要ですね。また、内なる空の管理人も2枚だけ採用されていて、能力起動にクリーチャー3体をタップする必要があるのですが、盤面が膠着した時なんかに能力を起動して、サイズアップさせながらスクライもできるということで、割と使い勝手はよく感じました。こういった部族デッキは魂の洞窟が再録されたことが大きく、スパーミットや青白兵士などカウンターをメインからがっつり採用している相手には、メインからカウンターを腐らせることができますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。これはキープできるハンドですね。しっかりと1ターン目から動いていけて、1、2、3と、もう行動がね、決まっているので、さあ、玉靴3枚目を引いてくる。ちょっと引きすぎではありますが、相手がエスパーだったら、エスパーですね。これは玉靴が、だいぶいい仕事をしてくださいですね。そして、サリアを引いてくる。これは先に、サリアを出していきましょう。さあ、止まってきているので、おそらくカウンターか除去を持っているという感じ。特目。さあ、特目のトークンが出たことによって、このターンは殴ることはできないですが、サリアがいるということで、だいぶ展開はしやすい、感じですね。さあ、ネズミが出てくる。ちょっとサイズがあれなので、殴りにくい感じはありますが、どうするかな。先に、戦兵プラス、管理人を出して、で、管理人の能力も起動できるようにしていきますかね。現状、除去が欲しいですかね。サリアを立たせたいので、サリア以外の3体をタップ。先兵か。先兵は別にトップでもいいですね。もう次のターン、先兵で、どんどんとでかくしてという感じでも OK かなと。サリアのパワーが5まで上がったら、もう殴ることもできるので、さあ、相手はタップインから、さらにトークンを出していく。ただ相手も、殴れない状況ですね。さて、ということで、先兵を出していきましょう。一応これね、オートタップでも魂の洞窟から、色マナを出しているので、カウンターはされないですね。さあ、相手悩んでいますが、カウンター持ってそうですね、これなんか。心配な人は、玉靴からこの色マナをね、自分で出すと、確実ですね。カウンターは持ってそうな感じなんですが、ただ、除去とかも持ってる可能性は全然ありますね。殴っていきましょう。小三兵も殴っていいか。小三兵は別に相打ちされても OK なんで、さらに特目。これだと3体ブロックされたらサリアも落ちていきますね。さあ、これはどうしていくか。ただ、小三兵を落としていく。サリアは通すかな、これは。さあ、5点通って、小三兵を相打ち。管理人はさらに、起動していきましょう。平地はいらないので、まともに送っていく。で、これ次のターンはね、管理人に飛行がついていくんで、殴っていきますね。さあ、ドレッドが出てきますが、管理人はもう殴り放題のため、さらに先兵でね、この誤報がついてるのがだいぶ偉いですよね。ということで、管理人をでかくして、サリアも殴って OK かな。一応飛行プラス、警戒もつくんで、ブロッカーとしても機能しますね。
インティは、まあトップに置いても良さそう。さあ、ということで殴っていきましょう。12点パンチ。まあ管理人は相手は止められない状況。サリアもね、相手は相当きついと思いますが、スルーしていく。残り3点まで。これエーデリンも出しておきたいですね。相手が現状ブロッカーが3体なので、除去2連打とかされても全然大丈夫な感じかなと。で、相手はまずこの先兵を倒さないといけないですからね。避難の道とかが、メインに入ってたとしても、まあ一応エーデリンが生き残るという感じですね。避難の道だけはね、ほんとかなりきついんで、まあさすがにメインには入っていないとは思いますが。さあ、ここで投了と。GG。さあ、サイドボーディングしていきましょう。相手は普通の、スパミットなので、まあ、エルズペスの強打以外は全部入っていきそうですかね。うん。さあ、そして何を抜いていくか。まあ、古参兵はいらなくて、でまあ、新カードなんであんまりね、抜きたくはないんですけど、アニンバカルも、除去が多い相手に対しては、ちょっとね、弱めなので、抜いていきましょう。うん、結構悩ましいですね。まあ、ちょっとゲームスピードを落とす感じになるので、1マナ息をちょっとだけ抜いて、土地22か。3マナ息さすがにもうちょっと抜きたいですね。邪悪入れたんで、まあ、ウセロ1枚だけ抜きますかね。で、まあ、専門家ちょっとあれか。相手が、ボス体クリーチャー入ってたんで、まあ、こんな感じでいきますかね。うん、これでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これは即投了ですね。あ、投了だね。マリアンですね。これはキープしていきましょう。まあ、玉靴もあって、1、2と動いていけて、で、まあ、サリアもね、カウンター気にせず出せるということで、まあ、悪くはないハンドではあるかなと。さあ、相手はラフィーンの塔から、タップインからスタート。5バカーン引けたのだいぶでかいですね。次のターン、行っても良さそう。これ、5バカーン出すかな。サリアは、まあ、カウンターされないんで、カウンターされないうちに5バカーン出しておきたい感はあるかなと。さあ、5バカーンへの進行。強いですね。うん。まあ、ホールオーはいいとして、下水王からフィンかという感じか。現状下水王の方がきついかな。うん。さあ。まあ、ロードとかサイズアップできる生物がいないと、まあ、殴れないという感じですね。さあ、で、ニックを出していく。お、打ち砕くいいですね。相手はおそらく次のターン、ラフィンを出して、まあ、デニックをでかくしていきたいという感じだと思うので、まあ、このターンは一旦婚礼の発表を出して、まあ、力を貯めるターンにしていきましょう。で、次のターン、相手がラフィン出して殴ってきた場合は、まあ、5バカーンももうひっくり返していけるということで、さあ、タップインからラフィンを出していく。まあ、殴りそうですよね。うん。さあ、まあ、ただ3、4の反コンっていうのがね、だいぶきつい感じではありますが、さあ、相手ラフィン2枚目を捨ててくれる。これは後続が出てこなさそうでいいですね。さあ、ラフィンはしっかりと除去って、5バカーンをひっくり返していきましょう。まあ、婚礼の発表も、ひっくり返ってくれると、まあ、デニックもね、しっかりと止めれるようになるので、さあ、ワンドローから、でかくなっていく。さあ、まあ、殴ってくる。うん。さあ、3点ドレイン。相手の方がライフ多いですからね。からのドレッド。これはちょっときついが、A ガンズを引く。これフルパンしても良さそうですね。まあ、スルーするのが一番安定ではありますが、ブロックする可能性も全然これはあるかなと。相手からしたら、婚礼の発表でドローしたいっていう動きにも見えるんで。うん。さあ、これはブロックしてくれたので、ドレッドは倒していきましょう。からのサリアですね。うん。まあ、割と、うまく対処はしていけてるかなと。さあ、たださらに土地を引いてしまう。
ちょっとね、なんか、これはスルーでいいかな。エンチャントはまだ使いたくないんで、まあ、サリア2枚目もあるということで、これはそのまま解決していきましょう。さて、インティとかがね、引けると、ルーティングができるんでいいんですけど、さあ、さらに土地。ちょっと、これは、土地を引きすぎですね。うん。まあ、さすがにトークン立たせていきましょう。まあ、アグロデッキの負けパターンは、基本的にこの、マナフラですよね。徴兵士官はまあ、悪くはないですね。とりあえず徴兵士官出して、まあ能力を構えていくという形でいいかなと。相手も何かしらを構えているんで、まあ除去とかがある可能性は結構ありそうですね。さあ、ただ何も打たず。からの今年の発表。うん。さあ、徴兵士官起動していきましょう。先兵、うん、悪くない。まあいろいろと殴っていけそうな感じですね。まずは先兵を出して、544に殴りますかね。まあ、徴兵士官は別に相打ちでも OK ですね。うん。さあ、2体でアタックしていきましょう。ブロックはせず。さあ、9点通って残り16点。さらにでかくなっていく。さあ、お、メインで特目。なるほど。まあメインで出してきてくれたのは割とありがたいですが。さあ、徴兵士官起動でさらに先兵を引いていく。うん、いいですね。からのウセロ。なるほど。まあ、殴っていって OK でしょう。エンチャント起動も全然ワンチャンはありそうですね。フルパンするか。うん。さあ、フルパン。うん。ここはさすがにブロックせざるを得ない状況。先兵一体と、徴兵士官を相打ちをさせたいという感じ。エンチャント起動してもいいですけどね、これ。まあ一応その、避難の道とかの耐性はなくなるんですけど、うん。まあ起動して良さそうな気はしますね。さあ、12点通してからの、すべて一方を取っていく。残り7点まで。さて、まあ一応徴兵士官で、まあ後続も用意できて、確定除去も持っているということで、まあ割と何が来ても大丈夫そうな感じはありますね。さあ、さらにメイン特目。これはさすがに勝ってそうですが、さあ何かあるか。さすがに投了ですね。GG。さて、やっていきます。こちら後手、土地1はマリガンですね。赤マナがないですが、まあキープしていきましょう。さて、まあ赤マナを引けるといいですか。お、いいですね。ただこれ2ターン目にアンタップインできないのが、ちょっとね、ネックになっていきますね。さあ、相手はこれ恐竜かな。お、なんだクッキー。なるほど。まあ殴っていきましょう。相打ちでも全然 OK、これは。さあ、グルールカラーでクッキーが出てきたので、ちょっと知らないデッキですね、これは。さて、クッキーを起動。はい。まあこれは別に3マナ使って4点増やしてるだけなんで、全然 OK ですね。まあ展開はしていないということで。さあ、エーデニを出して殴っていきましょう。さあ、3点アタック。そして、まあインティ出しながら、ウセラも使える状況。さあ、エーデニは触ってきていますが、はい。まあ、メインから戦争術が入っていると。土地置いてるんで、これ置けないですね。さあ、残り12点。さらに認定。まあ、出して、
カード捨てても全然 OK ですね。さあ、インティア2枚目を捨てて、トークンをでっかくしていきましょう。お、いいですね。さあ、さらに神道を出して、展開を、しっかりとしていくと。まあ展開的には悪くはないかなと。インティがいることで、まあしっかりとね、手札を整えることができるのがだいぶいいですね。さらに3マナで起動。まあ展開をしてこないのはだいぶ楽ではありますが、まあライフは削られている状況ですね。さて、さらに土地。1点足らないんですよね。2、4、6、7、8の9点までは行くんで、ただこのターンに倒しきれないので、まあブロッカーを残す必要がありますね。で、このターンに倒しきれないと、相手食物トークンでライフゲインができるんで、ちょっとこれめんどくさい状況ですね。3体アタック、いきますか。まあ一応除去もあるので、まあ殴れるとこは殴っていきたい感じですね。さあ3体アタックから、玉靴を捨てていく。からの、まあインティをでかくしていくと。お、管理人いいですね。さあこれでクリーチャーを2体立たせながら、まあ除去も構えていけるということで、まあ全然有利な盤面ではないかなと。さあ残り5点まで。このターンに除去っておくと相手が、クッキーの能力をね、起動できないんですけど、まあ、このターン除去る必要がないので、さあ相手は除去を持ってる感じですかね。クリーチャーを触ってきている。はい。さあトークンを倒していきますが、相手このターン殴れないので、どうですかね。インテを出すと、食物トークンが炸れないという状況。除去っていいですね。トークン炸れないんで、1体除去って、4点はもう確定で通る感じですね。さあ、ウセロで除去ってからのフルパンをしていきましょう。まあ、緑1マナだと、さすがに何もできないと思われるので。さあ、管理人をでかくして、まあ、さすがに、ここで投了ですね。GG。さあ、相手は、なんだろうね。グルールの、まあ、アグロっぽい感じはありますが、まあ、アグロとして、サイドボーディングしていきましょう。エリザベスの強打ぐらいでいい気はしますね。で、ああいう相手にウセロはあんまり使いたくないんで、ちょっとだけ枚数減らして、で、まあ管理人もそんなにね、起動する暇ないと思うんで、枚数を減らしていきましょう。まあこれでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これは、いいハンドですね。さて、まずは、古参兵を出していきましょう。まあ、対アグロはこの古参兵がね、生き残ると、だいぶ、ライフの余裕ができるため。さあ、相手はまた、クッキーからスタート。さて、まあ、まずは、サリアから行きましょう。で、次のターン、アニムパカルも出せるということで、まあ、かなりいい、展開ですね。クッキー起動。まあ、これは、さっきのゲームでも言った通り、展開をしてないんで、全然 OK ですね。まあ、3マナで4点火力をね、打ってる感じ。さあ、アニムパカル出していきましょう。サリア殴って、まあ、11はブロックされてしまうんですけど、一応ね、このアニムパカルがでかくなるのと、次のターンは2体出ていきますね。まあ、アニムパカルが除去られなければもう、どんどんとね、横展開もしていくことができるので、さあ、11をブロックして、2点だけ取っていくと。さあ、除去を持っているかどうか。基本的にアニムパカルは、まあ、マス除去なので、4マナを使って除去っていくと。さて、
まあ展開的には全然悪くはないですね。ただ後続を引かず、ちょっとここ3点しか入れれないのは痛いですが、このターンはさすがになんか2、3マナの生物を出していきたかったですね。興奮探し。クッキーがでかくなっていく。映眼状を使いますかね。多分サリアを除去ってくると思うんで、どうだろうね。ただ後続のサリアも、相手の興奮探しで普通に除去られるんで、ちょっと興奮探し嫌ですね。さあ、サリアを触ってきているため、まあ、44との交換なんで。エーデリン。このターンはエーデリンかな。で、古参兵は殴っていい。後続のサリアを生き残らせたいんで、これをブロックしてくる分には全然 OK ですね。さあ、さらに1点ゲインから、ブロックはしない。なるほど。まあ、古参兵が生き残るのであれば、別にそれはそれで、全然 OK ですね。さあ、適応対。まあ、普通にグルールのアグロですね。4-3は除去っていきましょう。さあ、強出して、しっかりと除去っていく。これはもうフルで展開していきますか。さあ、サリア出して、フルパン、いや、エーデリンだけか、さすがに。さあ、エーデリンアタックから1点ゲインから、1じゃなくてよかったか。はい。5点は通していきましょう。残り8点まで。相手はおそらく興奮探しで、サリアを除去ってくるのではないかなと。適応体がちょっと邪魔ですね。大事。さあ、ただ、相手はこれはもう動けない状況なので、まあこっちが一方的に、殴っていくことができそうですね。ウセロをここで使うかどうか。まあ使っておきたい感はある。使ってて、で、次のターンエーデリンと、相打ちは全然 OK なんで、嵐探しを切りますか。まあ何かしらのカードは引いていきたいですが、スペルだったら何でもいい。何でもよくはない。エーデリンか。これミッシュルランダも起動してフルパンかな。2体ブロックされて、5点通って残り3点まで。ただ相手食物トークンがあるんで、いやー微妙だな、なんか。エーデリンと土地以外だったら何でもいいっていう感じの盤面でしたが、まあ殴っていくか。さあ、フルパンしていきましょう。削れるとこまでは削っていきたい。まあ相手もハンドは少なくて、でまあエーデリンがマスブロなんで、サリアを落とすか。さあ、これで5点通って、で、エーデリンが生き残りつつの盤面なんで、まあ悪くはないかな。インティ。一応次のターンミスラランド起動からフルパンで3点は通りそうな。さあ、地図を起動。ただ、地図ってその、まあドローはできないんで、相手はおそらく食物トークンの分を構える必要がある感じですね。エーデリンは読んでないんだよな。いやー、これフルパン微妙なんだよな。3点減されて残り6点でしょ。で、2体ブロックされて、3点トータル残り3点。微妙だけど、殴った方がいいかな。結局、エーデリンはこれマスブロなんで、相打ちさせて、まあ、盤面的には有利になるか。これ、なんか、エーデリンよりも、土地の方が良かったのでありますね。土地だったら、そのエーデリン相打ちさせた後に、
さらにエーデリンをね、出すことができたんで、エーデリンドローがマジで一番いらんかったかもしれん。さあ、まあエーデリンが誘致して、ミシュラランドをキャッチ。で、3点ゲインされてからの4点が通っていく。まあ盤面的にはこっちの方が有利ですが、さあどうなっていくか。獣呼びから一応エーデリン出してフルパンで2点は通りそうな感じはしますね。うん。さあ、さらに土地。ちょっとね、後半の展開がめちゃ弱でしたが、さあどうだ。エーデリンからフルパンまでいけるかどうか。ただね、これフルパンして相手が除去を持っていた場合、結構きついですね。ジャンプアタック3体になるんで。そしてなんか除去を持ってそうな挙動なんですよね。相手、地図トークンも起動していないですし。さあ、持ってますね、これは。トークンに、まあ除去を使って、はい。1点は通るんですが、クリーチャーが死滅してしまう。これもこっちの、攻撃、通らないですからね。いやー、ちょっと後半の展開が弱すぎる。まあ、どんなに有利な盤面でも、何も引かなかったら勝てないですからね。さあ、まあ、徐々に、こっちが不利な感じになっていってますが、エーデリンで殴っていきましょう。エーデリンを、なんか相打ち、ダブルブロックが一番いいかな。ダブルブロックだと一方取れるんで。さあ、クイリーオンを倒していきましょう。ただ相手なんか持ってる感じですね。エーデリン触ってるんで除去かなこれは。はい。さあ、3点入れて、何かをトップに置いていく。トップ、なんだろうな。さあ、エーデリン出していきますが、トップ、嵐探し。なるほど。これは勝ち確ですね。うん。まあ、思い出アタックをして、返しで勝っていきましょう。さらに年。まあ、なんとか勝ててよかったですね。GG。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。